い、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は、レッドシュアーのポータブル USB ダック DT03 ですね。へえ、USB ダックのレビュー、たまーにやるよね。まあ、イヤホンほどバンバン新製品が出るわけじゃないからね。見た目はなんか地味だね。ミミーちゃん、相変わらず遠慮ないわね。だって、レッドシュアーの担当の人の言葉だもん。外観はすごく地味ですが、機能と性能はきちんと揃っております。って言ってたんだよ。ああ、そうなのね。じゃあいいか。実際地味だけど、私はシンプルで気に入ってるよ。このカテゴリーのモデルとしては気にならない普通サイズですよね。そうだね。アルミ合金のボディで頑丈だし、スリット調の LED インジケーターも何気にいいわ。細いけど結構見やすい。3.5mm と 4.4mm のデュアルコネクターで、これは今や当たり前だね。付属のケースに入れてもしっかり見えるよ。専用ケースだから当たり前だけどね。使用中、本体はほんのり熱くなってるけど、他のモデルと同じ程度かな。サンプリングレートと再生フォーマットによる色変化は上の通りです。操作系はゲイン切り替えとボリュームボタンだけだね。担当者さんから宣伝に誤りがありましたってことで、独立ボリュームボタンの記載がありますが、独立でボリュームを調整する意味ではなく、シンプルなボリュームボタンで音量調整しやすいという意味です。とのこと。DT03 のボリュームを変化させると、接続したデバイスの音量が連動して変化するんで、DT03 のボリュームコントロールが独立しているわけじゃないです。ってことでしょうね。さて、聞いた印象なんだけど、普段は Windows PC で音源を再生して、据え置き型の P を K7 経由で聞くことが一番多いんだ。で、K7 で数曲聞いた後、DT03 で同じ曲を聞いたりしたんだけど、違和感はほとんどなかったんだよな。それって褒めてるよね。そうだよ。前回のポータブル USB ダックのレビュー、QE Years アレグロの時は USB ダックをいくつか聞き比べたけど、その時は K7 と比べると音質の違いをそれなりに感じたんだ。でも今回は K7 のすぐ後に聞いて K7 の方が奥行きは感じたけど違和感がほとんどなかったんで、他の USB ダックとの聞き比べはしなくてもいいやって思った。印象良かったんだね。先日レビューしたシブガのヘッドホン T2 Pro をつないで聞いてみていい感じだったんで、 T2 Pro のレビュー内のサウンドデモは DT03 のハイゲインで収録したんだよ。あとレッドシュアー S12、S10 をそれから今度出る S08 でも聞いてみた。ハイ出しロー受けの方が印象いいからハイゲインで聞くことが多いけど、プレイナーモデルも難なく鳴らせるね。そりゃあ自社のイヤホン鳴らせないわけないよね。そうよね。スペック系は上に表示してる情報で確認してもらえばと思いますが、 ES-ES9219C をデュアルで搭載してるのでパワーあります。そうだね。ES9219 の改良版の ES9219C は2022年頃から市場に出ているので、iBus やシャンリンなどの DAC や DAC にも搭載されてるんで、目新しさはあまり感じないけど、素直な出音っていう印象でいい感じ。BCM384kHz、32ビットと DSD に頃のハイレッド再生に対応。最大 SN 比は 119dB。DHD は 0.0006%。低ノイズ、低歪みね。ポータブル USB ダックの性能としては十分なんじゃない？もっと上のものもあるけど価格も上がるからね。価格が1万円台中盤なんだけど、どうなんだろう？1万円以下のモデルでもスマホ直差しからの音量改善には有益。でも少し本格的に聞きたいって思ったら1万以上で探した方がいいかなって思う。価格 .com などで見てみて、あ、欲しいなーって思うモデルって1万円以上のモデルが多かったっていう単純な理由なんだけどね。ってことは DT03 の価格は妥当なのかな？値上がり傾向の中でのこの価格は妥当な気はするね。全体的な印象はどうですか？おすすめできますか？そうだね。おすすめできるよ。癖のない音で特に微妙な点も見当たらなかったし。ただこのクラスのポータブル USB ダックの競合モデルとしっかり比較して選んでほしいけどね。確かにそうですね。ということでレッドシュアーのポータブル USB ダック DT03 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。